実家からシャインマスカットが送られてきました。3つもね、送ってくれたの。でも本当にありがたい。ということで、今日はシャインマスカットのスイーツをたくさん作っていきます。やっほー、皆さんこんにちは。とりあえずまずはマカロンから作り始めてるんだけど、今日はなんかマスカットをテーマにしたアフタヌーンティーみたいな感じにしようかなって思ってて、ちっちゃい可愛いスイーツをできる限りたくさん作って、ホテルで出てきそうなキラキラなアフタヌーンティーをお家で開催しちゃいたいと思います。今日は緑と黄色のアイシングカラーで黄緑色にしていきます。マスカットの色だね。待って、ドンピシャの色なんだけど、もうマスカットの色だよ。絶対可愛いんだけど。でこれがマカロナージュする前の感じね。こっからマカロナージュしていきます。押し付ける感じでこう。こんな感じかな。それではマカロンを絞っていきます。最近キャラクターマカロンばっかり作ってたから普通の形に絞るの久しぶりかもしれない。完成形をもうすでに決めてるわけじゃないんだけど、トッピングとかにもいろいろ使えそうかなって思って大中小3つのサイズをね、今回は作りました。この小ささは初めてかも。じゃーん、絞り終わりました。これとかめっちゃちっちゃい。なんかさ、思ったんだけど、大きいのとちっちゃいのさ、これ一緒に焼いたら大丈夫かな絶対ミスったよね。でこっち絞った時になんか5個しか絞ってない。やばい、キスって思ってさ、こっちもう1個絞ったんだけどさ、ちょっとやばかったかな。いいか。とりあえずね、これは乾燥させてきます。次はロールケーキのレシピでスポンジを作っていきます。このスポンジでロールケーキだけを作るんじゃなくて、ちょっとね、いろんなスイーツに使い回そうかなって思ってます。そんな感じで今回はいろんな種類のスイーツを作る代わりに、それぞれの品はそんなに凝ったものを作れないから、できる限り材料はね、使い回したいと思います。お相手しましょう。この10年間ね、いろんなスイーツを作って知識を蓄えてきたからね、今日はその知識を最大限に活かしたいと思います。まあ中には間違った知識もたくさんあるんだけどね。ロールケーキの生地もマスカットの色にね、着色していきます。今回は本当にね、マスカットだけの世界を作りたいから抜かりはないです。よし、オッケー。でもそれにしてもさ、こうやってスイーツを送ってくれるのすっごい嬉しいよね。前回の動画でマスカットのケーキをさ、両親にプレゼントしたんだけど、なんかそれ以上のお返しをもらっちゃった気がする。お菓子作りオタクだからさ、そういうフルーツとかお菓子作りの材料とかがいただき物で一番嬉しいかもしれない。この前大学のお友達がアーモンドプードルと粉糖を手土産に持ってきてくれて、もう感動的に嬉しかったロールケーキの生地ができたので型に流し込んでいきます。クッキングシートサイズ間違えてちっちゃいの買っちゃってさ、二重にしてるんだけど大丈夫かな。よし、じゃあこれはオーブンで焼いていきます。そしたらカスタードを作っていきます。ちょっとロールケーキがあと5分くらいで焼けるから、それまでにカスタードを作り終わりたい。絶対に無理。ちょっと頑張って7品くらいは作りたいなと思ってるから、いつも以上にできる限り無駄な動きはしないようにね、テキパキ作業していきます。待って、焼けた。じゃーん、こんな感じで生地が焼けてました。めっちゃいい感じだと思う。すぐさまカスタードに戻ります。このカスタードもとりあえず何かにいろいろ使えるかなって思って作ってます。まあ1個は確実に使いたいなっていうスイーツがあるんだけどね。オッケー。そしたらここに入れて冷やしておこうかな。カスタードはこれは粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やしておきます。よし、次はね、パイシートを使っていきます。この1枚だけ使います。アフタヌーンティーあるあるで一口サイズに作っていきます。半分がわかんないから折り曲げちゃおう。ここだね。ぴったり。よいしょ。2枚1組で計4組カットしたら、片方のシートは内側を四角くくり抜いていきます。そしたらこうやってもう1枚のシートと重ねる。よし、OK。
したら両サイドの縁をこんな感じでフォークで押しつぶして2つのシートをくっつけていきます。4つだけね乗せます。この4つだけ一旦先に焼いていきます。そしたらとうとうマスカットの方をね使っていきます。ちょっとねジャムを作ろうかなと思って、マスカットのこのくらいだけ使おうかな。今までもったいなくてマスカットをジャムにするなんて考えられなかったんだけど、今回はちょっと贅沢にいっちゃいたいと思います。ちょっと一粒だけ味見してみます。待って、このマスカットめっちゃ美味しいんだけど、なんかジャムにするのもったいないくらい。ジャムはフルーツとグラニュー糖とあればレモン汁だけでね作れるので、違うフルーツでもぜひ作ってみてください。これでちょっと10分くらい置いていきます。じゃーん、パイがねいい感じに焼けてました。一旦ね200度で15分くらい焼いてきました。こんな感じで、で結構ね高さがあるのでここからね潰していきます。こうやって真ん中もね思いっきり潰しちゃいます。こうやって器ができます。よいしょ。はい、そしたら次はここにね卵黄を塗って焼き色をつけていきます。見て、卵黄丸々1個さ、これさ新しいのなんだけど、絶対明日卵かけご飯で使うから、納豆卵かけご飯お昼食べよう。納豆ご飯がちょっとパイの味する。てかこの余ったやつでカスタード作ればよかったな。ミスったな。カスタードあんなに使わないと思うし。こんなはずでは。そしたらね、これはさらに5分くらいオーブンで焼いていきます。ちょっとパイのやつやってる間にちょっとね水分が出てきました。そしたらここからこれで潰していきます。一切水入れてないのにこんなに結構液体が出てきました。ある程度潰したらこんな感じで OK。 そしたらここで煮詰めていきます。スタート。じゃーん。そしたら次はねホワイトチョコムースを作っていきます。よし、これをちょっと溶かしていきます。溶かしたホワイトチョコに生クリームを少しずつ加えながら混ぜていきます。生クリームは温めすぎるとホワイトチョコがすぐ分離しちゃうから、常温から人肌くらいでやってね。過去に何度分離させたことか。ちょっとさ、泡立てた生クリームを加えるところが動画撮れてなかった本当にすいません。ちょっとレシピにちゃんと書いておくので、こっち見てください。いつもならねこのムースは2層にして味にアクセントを入れたりするんだけど、今回はちょっとね品数が多いからちょっとだけそういうところを省いていきます。そしたらこれはねもうあと終わりなので冷蔵庫で冷やしていきます。じゃあマカロンがね乾燥終わってこうやってね撫でれるくらいになったので焼いていきたいと思います。これさ見て、これちょっと手引っ掛けちゃったので、これもちょびっとだけちょっと引っ掛けちゃった。最悪、もう本当にバカすぎる。ちょっとこれはもう私が食べるからね、とりあえずは焼いていきます。その前にねパイが焼き上がってました。こんな感じでめっちゃいい感じだと思う。これ入れ替えでちょっとマカロンを焼こうと思います。もうずーっとオーブンつけっぱなしだよ。本当に頑張ってくれてる私のオーブン。それでは次はレアチーズケーキのクリームを作っていきます。これで何品目だろう。今のところ形になってるのはマカロンとパイとホワイトチョコムースの3品だから4品目かな。こんな感じでできました。作ったチーズクリームをプリン容器の下半分まで絞っていきます。これを絞ったら一旦これは冷蔵庫で冷やし固めます。先を急ぎましょう。じゃーん、こんな感じでマカロンが焼けました。めっちゃ綺麗にピエが出てる気がする。いい感じなので第2弾も焼いてきます。ちょっと焼き色ついちゃったかな。こんな感じで第2弾も焼けました。ここのさちっこいのがめっちゃ可愛いんだけど、ちっこいけどちゃんとねピエが出てるのめっちゃ可愛い。アーモンドプードル今回ね新しいやつを使ったの。なのに油分がこんな出てるの。これなんで？
この原因わかる人いたら教えてください。ということでこの子たちは一旦ね冷ましておきます。そしたら次はこのロールケーキの生地の一部を使ってねロールケーキを作ります。綺麗なマスカット色になってますね。こんぐらいかな。こんぐらいにしようかな。はい。今回はロールケーキも一口サイズのものを作るので、こんな感じで生地の一部をカットして使います。よし、できたー。これをロールケーキにしていきます。ちょっとごめん、見栄えのためにここの皮は剥がしちゃいます。よいしょ。よし、じゃあやっていきます。ロールケーキは端まで塗らないっていうアドバイスをもらったから。はい、できた。これでちょっとね冷やし固めてきます。ちっちゃいスリム。そしたら余ったスポンジでもう2つくらいスイーツを作っていきます。よいしょ。こんな感じでくり抜きました。でここにこうやって入れます。こんな感じで入れました。で最後ここの余ったところはどうしようかな。これでいいや。これでカットしていきます。うわ、ぴったり。これさ、そこ入らないよね。入る？多分入んないよな。これダイソーで買ったクリアカップなんだけど、そこに向けて若干幅が狭くなってるからね。ということで、そこのサイズに合うように目分量でね、若干ちっちゃくカットしていきます。これでいけるんじゃないかな。いくよ。あ、ぴったり。めっちゃぴったり。でもう一個なんだけど、もう一個はちょっとね2個つなげる感じでカットしようかな。ここにこうやって入れる。もうぴったり。本当にぴったりなんだけど、見て、結構めっちゃぴったり。すごい。そしたらここに生クリームを絞っていきます。これはカップ型のショートケーキにしようかなって思ってます。クリームを絞ったらマスカットをたっぷり入れていきます。待って、あと1個いけないかも。あ、いける。無理やりいけた。プラスで1個真ん中に乗っけて生クリームで蓋をする。これで蓋をして、はいはいはい、どう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 。どうかな。そしたらこっちも一緒にね仕上げていきます。まずねここにカスタードを絞っていきます。このスイーツは私がユニバで大好きなマリオとルイージのね帽子のスイーツからインスピレーションをもらって作ってます。ちなみに私はルイージの方の味が好きです。あれチーズクリームかな。この小枝ちゃんをねトッピングに使おうかなと思います。小枝ちゃんを刺す。2本余ったからもう食べちゃう。待って、これさマスカットでかいからさ3つ入らないかも。1、2、3、無理だね。2個乗っけちゃおうか。ここで引くわけには。1、2、1、2、はい、できた。ちょっとねまだねデコレーションが残ってるんだけど、もうね時間がないのでちょっと明日まとめてデコレーションしようと思います。これは普通にサランラップいけるね。そしたら次はパイの方をやっていきます。さっき使ったカスタードと同じやつをこのパイのへこみに敷いていきます。見て、さっき作ったジャム、これ味見したんだけどめっちゃ甘くてね、本当にジャム、マスカットのジャムって感じで、これをね乗っけていきます。ここにちょっと甘いからねちょっとにしよう。
んな感じです。手作りのね、マスカットのジャムがパイの美味しさを引き立ててくれるかなって思います。そしたらこの最後、レアチーズケーキの方をやっていくんだけど、これ薄くゼラチンを敷いて、固まらせてます。ここにマスカットをね、入れていきます。何個入るかな？ 3 個いけるかな？そしたらここにゼリーを流していきます。ちょっとこれもね、冷やしていきます。これで今日は終わりかな？全然終わりじゃない。マカロン剥がす作業が残ってました。めっちゃ可愛いサイズなんだけど。これめっちゃ綺麗じゃない？見て。ピエも綺麗だし、裏面も表面も全部綺麗。問題はこっちだよね。なんかさ、つるって取れない。大丈夫だった。でかい。見て、全然でかい。かわいい、かわいい、かわいすぎる。これも明日デコレーションします。だからもう今日は終わり。とりあえず、1日目はこんな感じでちょっと一回終わろうかなと思います。あ、待って！ロールケーキ忘れてた。忘れてて申し訳ないから。真ん中に。私なんか途中から何を作ってるのかあんまりわかんなくなっちゃって。パイ、ロールケーキ、マカロン、レアチーズゼリー、ホワイトチョコムース、ただのケーキ、なんだこれ。なんかよくわからないやつ。まあそんな感じで片付け含めて7品全部ここまで来るのにだいたい7時間かな。で、明日全部可愛くこっから化けさせようと思うので、それでだいたい1時間とか2時間とかかな。もうちょっと楽しもうと思います。じゃあまた明日ね。バイバイ。よし、そしたらね、マカロンから仕上げていきます。普通サイズはいつも通りシンプルにクリームを絞っていきます。こんな感じです。めっちゃ可愛い。ミニマカロン。大きいマカロンはチーズクリームの上にマスカットのジャムを乗せてちょっと豪華に仕上げていきます。仕上げにアイシングでこんな感じで模様を描いて可愛さをアップさせちゃいます。じゃーん、こんな感じでできました。どう？デコレーション可愛くない？ちょっとビッグマカロン。パイの方はほとんど完成してたんだけど、最後にホワイトチョコだけこんな感じでかけました。よし、次はロールケーキやっていきます。めっちゃちっちゃい。ちょっと右下に1個作ってみたのがあるんだけど、それ通りにねトッピングしていきます。じゃーん、こんな感じで完成です。よいしょ。これもほとんど完成したので、ちょこっと飾りを飾って完成にします。こんな感じにしよう。これ大量生産したいくらい可愛いんだけど、見て。カップケーキの方は悩んだんだけど、トップに花柄の模様を描いて仕上げようと思います。これ生クリームなんだけど、白いクリームは本当に柔らかめに作ってます。こうやって後から爪楊枝でクリームを中心に寄せて花びらみたいにしたかったからね。じゃーん、こんな感じでお花柄にしてみました。ちょっとデコレーションってすっごい考える、本当に。そしたら次はホワイトチョコムースの方をトッピングしていきます。どんどん可愛いスイーツたちが出来上がって楽しいですね。ちょっとマスカットって書いてみたけどめっちゃ字汚い。最後にトップにホワイトチョコをかけてリボンを飾って完成にします。ちょっとリボンはね、ちゃんとアルコール消毒してください。じゃーん、かわいい。っていうかさ、終わりじゃない？ちょっと今お皿にねトッピングしてるんだけど、全部このちっこいマカロン使うの忘れてたから、またこれはね買ったものなんだけど、これにトッピングしようかなって思います。
絶対違うんだけど、まあいっか。じゃーん、こんな感じで全部のマスカットスイーツができました。やばい、過去最大の品数かもしれない。まあ1個ずつ結構少ないからね、いつもより楽だったかもしれない。まずこれがね、マカロン、ビッグマカロン。この模様結構可愛いかなと個人的には気に入ってます。これも可愛くない？お花の模様にしたの。これはただのマスカットケーキ。意外とね、生クリーム多分少ないと思います。中はほとんどマスカットなので。待って、パイ忘れてるじゃん。じゃーん、パイね。パイどこに置こう？置く場所がない。これも本当に簡単にできるから、よかったら作ってみてください。まだ食べてないから美味しさはわからないけど。マカロン、ロールケーキ、タルト、チーズケーキ、ホワイトチョコムース。ねえ待って、この子たち忘れてた。もう多すぎてさ、どうしよう。次から次に出てくる。めっちゃ可愛い。超可愛い。今回大成功です。本当に大成功。こんな幸せな時間を与えてくれたお父さんに感謝ですね。自分一人でマスカットあんなに買おうなんか思わないからね。ちなみにマスカットね、あと2房余ってます。これはちょっと私が生でおやつにいただこうと思います。ちょっとずつね。よいしょ。今日ね、アフタヌーンティーということで紅茶を飲みながらスイーツを食べようかなって思うんだけど、何にしようかな。これね、いとこが前ねくれたの。それでちょっとずつ飲んでるんだけどね、私あんまり紅茶を飲まないからそこまで減ってないんだけど、すごくね美味しいんだよね。今日はこれにしようかな。何食べようかな。これとこれと、あとマカロン、最後プチタルト。いい感じじゃない？いただきます。やばい、待って、本当にやばい。本当に幸せすぎるんだけど、ちょっと何から食べよう。からいただきます。うまっ。幸せ。じゃーん。ちょっとこれジャム作ったからさ、これ食べたい。ジャムもめっちゃ美味しい。これめっちゃ簡単だから本当に作ってみて。でもマスカットをジャムにするってもったいないかな。紅茶が美味しい、マジで。ということで今回過去最大の7種類同時にお菓子作りするという、ちょっと記録更新だねこれは。最近のお菓子作りの中で結構トップに楽しかったかも。なんか考えることが多かったからかな。あとこういうちっちゃくて可愛いものをたくさんいろんな種類作るのって私めっちゃ好きなんだよね。いつもより一つ一つのスイーツはちょっとクオリティが下がっちゃったかもしれないんだけど、美味しくて可愛い満足のできるスイーツが作れたかなって思います。お菓子作りも大好きなんだけど、作ったお菓子を食べるのもすっごい好きだから、こうやってお家でアフタヌーンティーできるなんて何回も言うけど本当に幸せでした。またやります。作ったスイーツは食べたいけど全部一人で食べたらちょっとねやばいので、何人かお友達にお裾分けしました。ラッピングも最後まで可愛くね。無事ラッピングもできたところで今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。